こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今回はこちらの後部座席用のサンシェード、またアリエクスプレスでこの安い商品たちを買ってしまいました。使い勝手などをレビューしていきますので、ぜひお付き合いください。こんな感じで届きました。2つ見えると思います。実は1つだともしかしたらサイズが合わないのかなと思って一応2つ買いました。それでは開けていきましょう。もうこう開いてみた感じ、何の変哲もないメッシュの布という感じですが、この部分磁石でくっついています。最初外から触った時にはゴツゴツしてるものもなかったので、もしかしたら磁石入ってないんじゃないかと思ったんですが、こう開けてみますと本当に小さめの薄い磁石が入っていることに気づきました。こんな感じの濃度、透け具合ですね。で、この磁石のところが、互いにくっついて、ある程度磁力はあるのかな。一応そしてこの磁石が中で動いていたみたいで、均等になるようにちょっとずらしてみたりしています。今手で押さえているところ、全部で7箇所磁石が入っていました。この部分がドアのフレームにくっつくという感じなんですが、実はこちらが純正の BMW X5 のサンシェードです。この後部座席のウィンドウの下の部分、そこに固定されまして、そしてプロジェクターのスクリーンみたいにロールになっているんですよね。そして上に引き上げるとズズズズと出てくるという、こういった豪華なものなんですが、これを純正で買おうとしますとだいたい2万ぐらいします。で、この商品は代わりとはならないと思いますが200円と、100倍ぐらい違いがありますが、大きさを測っています。78センチ、そして縦方向ですねは一応商品説明では50センチとなっていましたが、実際この端っこを測ったからかもしれませんが48センチでした。このサンシェードは特に BMW 用というわけではなく、おそらく汎用なんでしょうね。ということで、こちら映しています後部座席、このチャイルドシートがありまして、いつもドライブ動画でカチャカチャ音がしているのは実はこのおもちゃでした。そしてこの子供用のこのサンシェード欲しいなと思いまして、そして2万円のロールの状のものを買うのもちょっとなと思いながらいろいろ探していましたら、アリエクスプレスで100分の1の値段でサンシェードがあるので、試してみようということで購入しました。ではとりあえず取り付けてみようということなんですが、このシルバーの部分、ちょっとウィンドウの右側に見えましたが、この上の部分はもうウェザーストリップがありまして、金属の部分露出していません。ということで磁石で留めれないことが分かりました。ただこのウェザーストリップの間にこの磁石の部分、上の部分を挟み込むような感じでやったらどうなんだろうということでやると、こんな感じでつけることができました。純正の2万のロールのものに比べるともう冗談のような感じですが、値段も100分の1なので多めに見てあげてください。ということで、とりあえずこのサンシェードをつけているのとつけてないのの差を見たかったので、縦方向に一旦こんな感じで吊るして、そして見てみました。
こう見た感じ、外からはまあその光の当たり方でだいぶ結果は違ってくるかとは思いますが、この外の、夕焼けのような夕方の感じではこのようにほとんどつけてるかつけてないか分かりませんね。そして反対側の後部座席から見ると、中側から見るとこんな感じです。外の背景の見え方、まあまあな感じで、これでおそらく太陽の光、ある程度はね、その紫外線は窓ガラスでカットしてくれていると思うので、この光の強さだけ軽減できればいいのかなと思います。はい。そして、正しい方向に取り付けてみました。で、ここのちょうど一番右端だけ磁石でくっつけることができまして、それ以外はもうこの隙間に挟んでいる感じです。このサイドに磁石がついていればね、両端このマグネットでつけることができるんですが、磁石は一番上しかついていないので、こんな感じになります。そしてこの下にはもともと磁石もね、サイドと同じようについていないので、こういう仕様なんですね。カーテンのような上だけで固定するという感じです。そしてこう閉めてみましたが、薄いものなので特に締めづらいとかというのは全くありませんでした。そしてこの右側の三角形になっているウィンドウの部分、そちらは足りないですね。その全部覆おうとしますと、その上の部分、三角形の一番右端の部分、上がもうないので、逆に全体全ての縁をマグネットで留めるか何かしないとくっつかないような、長方形なのでね、このサイズ感で仕方ないのかなとは思います。はい、この右側ですね。おそらく純正も長方形だった気がします。先ほどの写真を見ても。はい。なので、そういうものなのかなと。このチャイルドシートに座った時に、この間から太陽が入るというのは角度的に大丈夫なのかなと思います。はい。こんな感じですね。そして、引っ張ってみましたが、逆にこのマグネットよりもこうドアに挟んでいるので、取れようがない感じです。そして使わないときはどうしようかなと思って、このね、上の掴むハンドルにつけていますが、それもねだいぶダサいのでやめました。その取り外したいときはもうドアを開けて外すしかないのかなと思います。はい、視認性を見てみたいと思います。この右折をするときに、どれだけ視界が保たれるのかと。特に見にくいということもなく、全然見えますね。その遮光する強さがあればあるほど見えにくくなると思うので、ちょうどいいのかなとも思いました。そしてこの窓から見える景色、とても夕日で綺麗なので、ちょっと動画とは全く関係ないんですけどもね、景色をたまにはこのバンクーバーからいつもお送りしておりますので、景色をね、今回ばかりはシェアをしようかなと思います。そして最近始めた映像と音楽シリーズ、その動画でもなるべくこういった景色を盛り込んでいこうかなと思います。おそらく2週間に1回ぐらいそういった動画作れればいいと思いますので、気分転換に見ていただければと思います。はい、車に戻ってきました。外から見た感じはこのような見え方です。どうでしょう。この三角の部分、ここにちょうど境目があります。見ようと思ったら見えるかなと。パッと見ただけではわからない感じですね。そしてこれ一つで間に合ってしまったので、もう一個反対側の後部座席どのようにつけようかなと思ってやっていましたら、ちょうどドアを閉めた状態でこの上のライナーの隙間にこんな感じで差し込めばつけれることが分かりました。ダサいといえばダサいですが、その用途、そのサンシェードとしての効果は
期待できるのかなと思います。まあつけたり外したり、その車内にいながらでしたら、大人はこんな感じでつけたらいいのかなと思いました。まあ感覚的にはダイソーとかで売っている吸盤のサンシェードと、まあ、同じようなレベルのものなのかなと思います。純正のサンシェード、ゆくゆく買うかどうかは分かりませんが、しばらくこれを使ってみたいと思います。全体的にマグネットをつけて、その2枚のサンシェードをうまいこと貼り合わせて一つのいい形にすれば、もっと見た目は良くなるのかなとも思いますが、それをするかどうかは分かりません。というわけで200円のサンシェードをご紹介しました。この動画が参考になったという方はいいねボタン、そして登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。